どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は久しぶりにこちらの部屋のルームツアーをやってみようと思います。最近この部屋大規模な模様替えをしまして、家具のレイアウトとかを大幅に変更して、その模様替えの様子も動画にして公開してるんですけども、その後家具配置を微調整したり、あとDIY でいろいろ補助的な家具を作ったり、あとペイントしたりとかして、だいぶ部屋の中が仕上がってきたので、今日はこちらの模様替えをした後の部屋の紹介をルームツアー形式でしていきたいと思います。こちらの部屋は12畳のワンルームのリビングと、あとカウンターキッチンの向こう側にキッチンとかバストイレとかがある間取りなんですけども、そこに僕とあとこのフレンチブルドッグのこたつと2人で暮らしております。この部屋のテーマはインダストリアル&グリーンといった感じで、家具のテイストの統一感を出すためにダークブラウンの天板にマットブラックのスチール足を組み合わせたような家具っていうのをなるべく選ぶようにしています。このタイプの家具って結構売ってるので見つけやすいので、こんな感じである程度テイストは揃えられたんじゃないかなと思ってます。あとこれだと色味がブラックとブラウンっていう少し単調で暗い硬い感じにもなってしまうので、ソファーとかベッドとかカーテンとかにはグレーのものを選ぶようにしています。グレーだと無彩色なので目立ちすぎないですし、で黒と茶色というインダストリアルな硬さをいい感じに中和できるかなと思って、こういった色も取り入れています。あと最近はグレーのおしゃれな家電なんかも増えてきていて、うちにもグレーの家電いくつかあるんですが、この辺りも置いた時の色の相性、馴染み方っていうのが非常にいいんで、こういったグレーを取り入れたりしています。あと部屋のあちこちにグリーンを取り入れるようにしています。やっぱり部屋にグリーンがたくさんあると心地いいですよね。それと部屋を広々見せるコツとしては、家具の高さもなるべく合わせるようにしていて、ほとんどの家具が腰下で収まる高さに揃えています。最近模様替えの動画も出したと言いましたが、この辺りも非常にこだわったところでインサートで出しておきますが、これが模様替え前の部屋なんですけど、こんな感じで PC デスクがアイランド型に部屋のど真ん中にあったり、部屋の奥に大きなクローゼットがあったり、部屋の奥の窓際手前がほとんどダブルベッドで埋まってしまっていたり、かなり狭く感じるレイアウトになってしまっていました。これを模様替えすることによって、ベッドとクローゼットを部屋の手前に持ってきて、 PC デスクはもう壁につけてしまって、それでもともと手前にあったソファー、テーブル、テレビ台を部屋の奥に持っていくという風にこうした大規模な模様替えをしたことで、部屋に入った時に部屋の奥の窓に向かって遮るものがないすっきりしたインテリアになりました。そんな感じで歩きやすい動線も作れましたので、こちら部屋を歩きながら家具とか小物とかこだわりの DIY なんかを紹介していきたいと思います。全てくまなく紹介できるかわからないんで、動画の中で気になる家具とか気になるところとか質問があればぜひコメントをお寄せください。あと紹介したアイテムの一部は概要欄にリンクも貼っておきますので、気になるアイテムがあったらそこからチェックしてみてください。概要欄になくて気になるものがあればコメントいただければ、そちらも概要欄に掲載したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと前置き長くなりましたが、早速こちらのルームツアー行ってみたいと思います。はい、ではこのソファー周りから紹介していきます。ソファーはアイラーセンというところのストリームラインミニという横幅180センチの3シーターぐらいの大きめなソファー使っています。ここに横になってテレビ見たりとかもしたいなと思いまして、結構横幅広めの180センチのものを選びました。座り心地めちゃめちゃいいんですけど、これ前も言ったんですけど、大体ソファーのど真ん中にこたつが寝てることが多いので、せっかく広いソファーでも僕はこれの隙間に座らなくてはいけないっていう悲しい座り方になってます。でもそれでもどこに座っても座り心地めちゃめちゃいいです。ソファー結構一日の中で座ってる時間とかも比較的多いので、ソファーはちょっと奮発しました。めちゃめちゃ座りやすいです。それでそのソファーの手前には吉祥寺のクラッシュゲートさんで購入したギネスセンターテーブル、横幅110センチのタイプですね。これも天板がこういう風にブラウンになっていて、で足がこのマットブラックのアイアンといった感じなんですけど、この天板もともともっと明るい色だったんですけど、パイン木材の古材を使っているものだったんですけど、ちょっと色があまり好みじゃなかったので、一回全部これ研磨してすっぴん状態にして、でオイルを塗ってこういった感じの部屋に馴染むような色合いに変えました。この色質感めちゃめちゃ気に入ってます。いい感じに塗装できましたね。こういった感じで後でいろいろ紹介しますけど、部屋の家具割とペイントを塗り替えることで部屋にすごい馴染むような感じにできるので、結構僕はそういったことを部屋の中のあちこちでやってますね。はい、ではその横、こちら行きましょうか。ここにはミシン台が置いてあります。ミシン台はもうこの部屋引っ越してきた時からずっと置いてある、かなり初期の方に購入したお気に入りなんですけども、正直これ結構重いし場所も取るし、この部屋にベストマッチかというと少し
しね若干ずれた感じでもあったりするんですけども、やっぱりね最初に購入した時のその感動というかね、めちゃめちゃ可愛いと思って買ったので、これねなかなか手放せないんですよね。なので結構ねこれの置き場所をどこに置くかというところで部屋のレイアウトがね割と変わってきたりするっていうのもねあったりします。天板のこちらの左側の部分はねこういう風に上げたり下げたりできるんで、ベランダがねこの奥にあるので、ベランダでねいろいろ植物育てたりもしてるので、ベランダに出るときはここをね、こういう風に開けて向こうにね通ってくんですけど、なんか通るたびにねコンビニの店員さんっぽいなと思いながらここを開けて通ってますね。そういったミシン台です。ちなみにこのミシン台よく聞かれるんですけども、これねベルトがついてないのでミシン台としてはね使うことができません。なのであくまでディスプレイというかね、こういう風に物を置いたりとかするために置いています。でこの上に置いてるのはこういったアンティークの小物だったりとか、あとこれはカフェキツネのコールドブリューコーヒーが入っていた瓶、これがね可愛かったのでこれを置いています。でこれはイソップのルームフレグランスですね。キテラってやつなんですけど、このね香りめちゃめちゃいいですね。森林の中にいるような香りで、これを、ソファに直接かけちゃうとねこたつとかも近くにいたりするのでソファに直接かけることはないんですけど、このねカーテンとかにスッとねかけたりするとこの辺り一帯がねすごい森のような香りになるので、これ気に入ってねつけてます。イソップ一振りするだけでね部屋が一気にホテルライクになるからいいですよね。その横にはこういった感じで観葉植物でも開根植物ですね、こういったものを置いています。でちなみにこの台の部分、これはね DIY ですね。この下は100均のスチールラックのブラックみたいなやつ、これをね組み立てているので全部で1000円もかかってないんじゃないかな。でこれを2つこう並べていて、でその上のこの茶色い天板、これは完全に DIY で木の板買ってきて、一応ねここのところにこう引っ掛けるような木の板ももう一個くっつけてるんですけど、この字型というかね下駄みたいな感じにしてあって、もともとはね、もっと薄いね杉板みたいな感じなので、ここにマシンペイントの水性ウレタンニスのエボニーっていうねカラーを塗ってダークブラウンのねいい感じの色合いになるので、こうダークブラウンとマットブラックの足ということでね、うちの他の家具にも馴染むような感じで、こういったね DIY とか結構やりますね。その下はね植物の本を置いたりとか、ちょっと雑然としてるんであんま見せない方がいいかなとも思うんですけど、あとはここはねコンセントとかこんな感じでごちゃっとまとめてます。でうちの部屋ねコンセント結構ねやっぱりこうガジェットとかサーキュレーターとかねライトとかたくさんあるんで、コードとかケーブルがね部屋の中のあちこちにね広がるんですけども、なるべくこういう風にね四角に収めるようにして見えるところにねコードが出てこないようにしています。でその横にはねドローワラインですね。ドローワラインのこのトレーの上にかっこいいこのお墓のアガベを置いていて、であとねここのポールの部分ですね、ポールをこう上まで行きますと、この前のね買ってよかったもので紹介したこのランプアームに植物育成ライトをつけたものっていうのが設置してあります。パキプスとかこういったアガベとかってね植物育成ライトでもいいので、日の光にね近い明かりを当ててあげないと成長しないので、こういう風に植物育成ライトで照らしてあげています。これはアマテラスっていう植物育成ライトですね。でその上には最近買ったねビカクシダですね。ビカクシダかっこいいですよね。ビカクシダのウィリンキジオンっていう品種を買ってきました。これはね尾崎フラワーパークで購入しました。めちゃめちゃかっこいいですよね。で結構成長速度も速いみたいで、こっちが胞子葉っていう手前のねこのギャルピースみたいな感じになってる、これがですね胞子葉って言うんですけど、胞子葉ねここも最初5センチぐらいだったんだけども、1週間ぐらいで倍ぐらいの長さになってきてますね。成長早い。はい、ちょっとドローワラインから話取れましたが、ドローワラインの話でいくと上までねドローワライン突っ張り棒ですね、おしゃれ突っ張り棒ドローワライン上まで突っ張らせていて、でそこにも植物育成ライトをつけていて、でその横にサーキュレーターでずっとね下に向かって風を当てるようにしています。これ一番上、これもねドローワラインのこうプレートなんですけど、これもねもともともっと明るい茶色なんですが、ナチュラルウッドみたいな感じなんですけど、これも部屋のテイストに合わせたくてこういう風にねダークブラウンに塗っちゃいました。とね視線を上に上げた時に明るい木とかがあるとねちょっと馴染まないので、こういったところもねダークブラウンにね塗ってしまって、ちょっとこういったこだわりも見せているつもりです。あとこれとこれ電源ケーブルが必要なので、この辺りに電源ケーブルを通す必要があるんですけど、これはねこう裏側に電源ケーブルつけていて、それでこれをねマジックテープでこういう風にね留めています。正面から見た時にね電源ケーブルが見えないように四角になるようにねしています。
こっち側のドロワラインはねもう完全に植物のためみたいになってますけど、ドロワラインねカスタマイズがいろいろできるので、こういう風なね使い方に非常にね向いてるんじゃないかなと思います。こうね、見た目もかっこいいですよね。やっぱりねドロワラインでこういう風に縦に組んでいくと、窓際もこうブラインドの手前にもこういった感じで植物をねたくさん置いてます。ここはねお気に入りのアガベを並べてますね。大きめな一群アガベたちを置いてます。いやほんとねアガベ好きなんですよね。かっこいいですよねアガベね、どれもね。あとこちらはね最近購入したタンクブロメリアのエクメアってやつですね。ブラックアイスってやつです。このねゼブラ柄めちゃめちゃかっこいいですよね。ちなみにこの台もこれ自分で作ってます。こういったこの字型のスチール足っていうのがこれも Amazon とかで買えるので、それをこのねホームセンターハンズですけど、ハンズで買ってきた板に取り付けただけですね。でこの板ももともとねもっと明るい茶色だったので、これもウレタンニスを塗ってエボニーのカラーにしています。あとそうだ、これも紹介しとこう。これがですね最近よくお問い合わせいただくんですけど、マイトンというところのブランケットですね。結構大きいブランケットで、裏側がこう裏起毛みたいになっていて、でこっち側がもうちょっとさっぱりした生地になっていて、植物柄みたいな感じのやつを選んで有機的な柄になっていて、冬はね非常に保温性があるというか、これくるまっていればねもう暖房いらずみたいな感じだし、夏も割とこっちのさらっとした面はね肌触りもいいので、冷房がガンガン効いてる中でこれをねちょっとかけたりするとね一番心地いい状態になれたりします。ソファー周りはこんな感じですかね。ずっと寝てるね。あとそうだ、こちらのね壁際も紹介しておきましょうかね。ここねこういう風に小窓が2つついていて、この小窓にもねフラッシュゲートで買ってきたこういったね可愛い鳥のオブジェみたいな、こんなのガラスオブジェですね。こういうのを置いたりとか、あとは下はドライフラワーですね。ドライフラワーが瓶詰めになってる。これは EW ファーマシーで購入したドライフラワーが瓶詰めになったものと、あとこちらは100均の気泡入りのガラスみたいなやつにカスミソウみたいなのをね1本だけ刺してる、ちょっと乙女な感じにしてます。でこれは無印良品の壁につけられる家具の上に、これが花キュービーというねこう4つ足がついたオブジェなんですけど、これ一応一輪挿しになってるんですよね。一輪挿しにこういう風にドライフラワーみたいなのを刺してるんですけど、これは千駄ヶ谷のねセロトアンティークというところで購入しました。でこのフォルムに一目惚れしてこちら購入しました。かわいい、なんか小動物みたいですよね。でその横にこのおなじみのネブラカプセル3レーザーですね、こちらを置いています。プロジェクターですね。モバイルプロジェクター、マンフロットの足くっつけてちょっとねこう少し斜めになってるんですけど、この斜めにすることで向かい側のねこちら側の壁に投影した時にちょうどいいね角度になるようになっています。この無印良品のやつもね奥行き12センチぐらいあるんで結構余裕で乗るんですよね。でその横にはネイチャーリモがついています。リモコンはね全部ここに一括集約して音声コントロールでテレビつけたりがねできるようになっています。で下の方を降りていくとこちら側にはおかげさまで10万人行きましたので、きみまるチャンネル10万サブスクライバーズということで YouTube からいただいた盾、こちらを飾らせていただいていて、でその下はですね今これ植物の発根管理というのをやっています。根っこがこれ出てない状態なので自分でね発根させるというようなね作業をしています。あとはここにドライフラワーですね。でその下には樺沢さん、もともとこれ白だったんですけどブロンズカラーに塗装していい感じにねこういうメタリック感が出てるカバです。樺沢さんと言います。覚えてあげてください。あとこのカーテン、窓際のところ紹介していきます。カーテンこれはニトリかな、ニトリのこう光を少し通すカーテンと、あと遮光カーテンとしてこちらもねニトリのグレーのカーテンで、カーテンレールなんですけど、カーテンレールにねこういったねカバーつけてるんですけど、これもね DIY ですね。木を長細くホームセンターハンズで切っていただいて、でこういう風にね釘で留めて、でカーテンレールね裏側にあるんですけど、これがねもともとがなんかちょっとこうシルバーのカーテンレールだったので、ここにねこうかぶせるように自分で作りました。メタルのねカーテンレールがそのまま出てるよりこういう風にね茶色のカバーをした方がこの部屋にはね合うので、こういった感じのカーテンレールをね自作しました。であとこのライトですね、ペンダントライトは IKEA のスクルプというねペンダントライトを使っています。マットブラックの質感がこの部屋に合うのでインダストリアル感があっていいなと思ってこちら使ってます。ライトはこれはプラススタイルとスマート電気を使ってます。なので音声コントロールでライトのオンオフができるようになっています。
でこのペンダントライト、このねシーリングにつけるんですけど、シーリングの位置がこの辺で、ここからそのまま垂らすとこのねテーブルの端っこの方を照らす感じになっちゃうので、微妙にね位置調整をしたいので、こういったねペンダントライトサポーターってやつをねつけています。もともとのシーリングの位置がここで、こういう風にね横にスライドさせてここから垂らすことができるというね、こういったペンダントライトサポーターというのが売っているので、こちらを使っています。もともとこれねアイボリーみたいな白っぽい色だったんですよ。で普通のね、天井は白の天井が多いと思うんで、それが合うと思うんですけど、うちの天井ねご覧の通りこう真っ黒なんですよね。前に住んでた方が多分ねこれ真っ黒のクロスを貼ったんだと思うんですけど、天井が真っ黒という特殊な物件だったので、このサポーターもね色を合わせたいなと思って、このねアイアンブラックにする塗料がやってるので、そちらを使って塗っちゃいました。前はねここにアイボリーカラーのサポーターがあったので、やっぱり視界に入るとね目立つんですよね。これがね黒い天井に合う色になったんで、こういったね DIY というか塗り替えなんかもね結構やっちゃいます。であと窓際にはここにも植物を置いていて、これはドローアラインのムーブロッドというね、この下がキャスター付きになっていて、これもこういう風にねトレイとか自由に付け替えができるので、ここにドローアラインのトレイつけて、でこういう風に植物を3つ置いています。まずこのエバーフレッシュですね、昨年紹介した時よりねかなり成長したんじゃないかなと思います。あとコーヒーの木ですね。コーヒーの木も前回紹介した時から倍ぐらいになってんじゃないかな。めちゃめちゃ葉が広がりましたね。いずれコーヒーの実がなるんじゃないかぐらいにねワシャワシャとね茂ってきてますね。あとこれはゴムの木、フランスゴムの木かな。であとその横にはライトスタンド、これはウニコで買ったライトスタンドですね。大きすぎないライティング部分、これが気に入っています。でその横にこうねテレビ台とテレビが置いてあるんですけども、テレビはレグダの43インチのものを使っています。その下はジャーナルスタンダードファニチャーのテレビ台、ここ DVD とか、あとは実はこっち薬とか入れてるんですけどね、薬箱にしてるんですけど、無印良品のトタンボックスですね、これを2つ置いて、デザイン揃えて2つ置いているのと、あとその横、このファーの下にはですねプリンターと、あとハードディスクレコーダーを置いてます。これね電化製品ちょっとねこういったファーとかこういうので隠しておくとガジェット感が出過ぎないのでねいいかなと思って、こういった工夫もしています。でテレビ台の上にはここに Amazon のエコーショー5と、ほぼこれ時計として使ってますね。それとあと温湿度計、植物ね結構温湿度気使わなきゃいけないので、目に入るところにねこう温湿度計見やすい置いてます。これも無印良品ですね。でこちら側にはシボネで買ったこのウッドプレート、一応これ木のプレートなんですね。ウッドプレートの上にこたつのフィギュア、こたつそっくりなんですよね。これ寝姿がほんとこたつっぽい。その横にねこの飲みの市で買ってきたグラスにドライフラワー一輪挿してる。テレビ台周りはこんな感じで、あとテレビ台の横ですね、ここには手前にモンステラも前回紹介した時葉が4枚芽が出てきたぐらいだったんですけど、5枚芽が出てきたりして、またね暖かくなってきてどんどん成長するんじゃないかなと思ってます。そんなモンステラちょっと移動させていただいて、そうだ、モンステラのねこの土台、これはね Amazon で買ったんですけど、キャスター付きなのでね、こう植物とかって移動結構大変なんですけど、こうキャスター付きだとね移動させやすいので、こういうのをね植物の下にはつけています。でここにガジェットラックがこんな感じで置いてあります。ガジェットラックも紹介していきます。先ちょっとこれ説明しようかな。これねたまにレビュー動画撮るときとかに使うんですけど、これもね僕 DIY しちゃってますね。もともとこの木の板はハンズで買ってきたこういった形の板だったんですけど、これの色もねもともと明るい色だったのでオイル塗ってこういったちょっとアンティークな色にして、でこの足はこれケーキ台なのかな、ケーキ台みたいなやつでネジ止めできるものを、Amazon で買いまして、でこれもともとはねこうまん丸のケーキ台なんでねまん丸の天板だったんですけど、それをねネジを一回外してこちらの木をくっつけ直したといった感じですね。普通のケーキ台よりこっちの方が見た目の面白さもあるかなと思って、こういったね DIY しました。でこのガジェット台なんですけど、上からいきましょうかね。まずこれが IKEA のライトですね。でその横にはこれ、ファットラバっていうドイツの一応花瓶なのかな、陶器の瓶みたいなやつなんですけど、僕がよく行くボタナイズっていうね開墾植物のお店の横町健さんがね、こちらのコレクションをたくさん持ってらして、でそれのね一部をもう販売するっていう感じでボタナイズのお店でね売っていたので、コレクションから3つ購入させていただきました。ファットラバはファットは太ったっていう意味で、ラバはね溶岩だったかな、
世界中にこれねコレクターの方とかがいるらしいんですけども、これもねハマり始めたらやばそうなんで、もう3つこれ以上は買わないように決めました。はい、それとファットラバですね。その手前はこれもシボネのねウッドコースターに、こちらもね寝てるこたつみたいなフィギュアですね置いていて、でその横にはねのりまいさんのセレクトショップの水でも売っているリバースインセンスっていうね、お香を逆さまに吊るして炊いておけるっていうね、こうお香台ですね。このデザインもねすごいミニマルで上品でね高級感もあって可愛いなと思って、こちらをね気に入って使ってます。脇に引っ掛けてるのが、これがアポテーケフレグランスのこのねスティックインセンスにつけるスティック状のお香、これをねこの横にかけてます。でその横メガネ2つ、あと香水は今2つ置いてますけど、使ってるのはねこっちですね、34、これディプティックの練り香水ですね。この香りすごいいい香りで、その下はこれがねトラスコの工具箱をこんな感じで並べています。トラスコの工具箱はこれ全5色2個ずつこういうようにランダムに配置してるんですけど、ここがねガジェット棚なんでどうしてもごちゃごちゃしちゃうなと思ったので、あえてねもうここは統一しないでこう少しランダムに組み違いでね置くことによって、あえてねごちゃごちゃ感も楽しんでるという風にしています。形が一緒でビビッドな色じゃなくて全部アースカラーみたいな感じので揃えてるので、これはこれでね面白い組み方ができたんじゃないかなと思ってます。少しこのデコボコした可愛いタイピングができるねテプラみたいな台持ってやつで、このツールとかステーショナリーとかねこうラベルを貼っています。でその下にはね無印良品のトタンボックスのこの薄いタイプと、あとさっきとねこのテレビ台の下のと同じちょっとサイズが大きいもの、これをね並べています。でこの中にはこう開けるとなんかケーブル類とか、要はガジェットの補助アイテムみたいなものがたくさん入ってます。こうねごちゃごちゃしたものなのでケースに入れておくとまとまりはいいんですけど、さらにねこういう風に全部ね同じデザインのケースとかに統一して入れておくとね収まりもいいし、見た目的にもねすっきりしますよね。でこの一番下にはねこれスマート体重計、毎朝乗っているアンカーのねユーフィーの体重計をこちらを忍ばせています。その隣がもともとアイランド型に設定していたデスクとチェア、仕事したりとか YouTube の動画編集したりする時とかに使う作業デスクですね。モニターは LG のウルトラワイドディスプレイですね。湾曲しているディスプレイ、動画編集する時とか横にねタイムラインとか見渡す時にねこう湾曲してると非常に見やすいので、このモニター使っています。でこのモニターにつながってるのが M1Max の MacBook Pro ですね。こちらをつないでます。でつないでるのはこのねベルキンのねドックがあるので、ここの後ろに全部ケーブル類をねつないでいます。この MacBook を閉じた状態でもクラムシェルモードっていうので使えるようにね、ここのベルキンのドックをね挟んでこのモニターに映し出すという風にしています。でこのベルキンのドックは USB のポートとかもたくさんついてるので、マウスとかキーボードとかね、あとこういった補助デバイスとかこういったものを置いています。これも紹介していくと、これがロジクールの MX-Ergo っていうねこう親指でマウスをね動かすってこういうね親指デバイスですね。であとはこれは同じくロジクールの MX キーボードミニですね。こんなコンパクトなサイズで点キーとかもねついてないタイプなんですけど、デスクの上をねすっきりさせたくてこちらのキーボードを使ってます。めちゃめちゃ使いやすいです、このサイズは。あとこれはオービタル2っていう左手デバイスなんですけど、動画編集する時とかにねこのスティックと回転とか、あとここにもねボタンが設定されてるんですけど、これがね非常に動画編集する時にね使いやすいんですよね。でその横にこれはテントのデザインしたトレイなんですけど、こういう風にね二重になっていて、とりあえずのものを置くときにね使うトレイになってます。ポケットに入ってた小銭だとか、あと買い物して帰ってきた時に財布の中に入っていたレシートとかをとりあえずここに置いて、これで蓋をしておくとかね、とりあえずどっかに置いとこうって机の上とかにね散らかしてしまいがちなちっちゃなねレシートとかコインとかそういったものをとりあえず受け止めてくれるトレイということでね、これをここに置いています。こういうのがね一つあるだけで部屋の中がねデスクの上とかがね散らからなくて済むのでね、こういうの置いとくのおすすめです。であとここにはベルキンのブーストチャージっていうね 3-in-1 の充電ポートがあります。ここが C 充電みたいにできるようになってるので、この AirPods Pro の充電ができたりとか、あと Apple Watch とこの、マグセーフがついてるのでマグセーフ対応の Apple 端末とかをね充電することができます。あとこれが最近よく使っている GR3X ですね。最近インスタの更新これで撮ったものが多いですね。今一番気に入ってるカメラ
デスクチェアはこれはコンテッサセコンダという岡村のデスクチェアですね。めちゃめちゃ座り心地いいですね。これ単体でもレビューもしていますけども、デザインもかっこよくて、これメッシュタイプにしたんですけど、座り心地もいいし、夏とかもね、ここのメッシュ部分がね、お尻が蒸れないでね、非常に長時間座っていられる、僕のねデスク作業にはね欠かせない椅子ですね。やっぱりね、椅子とかねソファーとかもそうですけど、座るものはねお金をかけてねいいところじゃないかなと思いますね。この椅子の前はねリクライニングもできないような椅子だったんで、もう腰がねどんどん悪くなっていってる感じがあって痛かったんですけど、これに変えることでね腰痛全部解消されたし、長時間座っていても心地よく作業ができます。そうだ、あとねこのデスクはねこれニトリの N ステインデスクというものを使っています。1万何千円とかでね結構コスパも高いというか安いんですけども、耐久性もあって3年ぐらい使ってますけどね、何の不便も感じない、めちゃめちゃいいデスクですね。あとこのモニターがねこういう風に横から見ると浮いてるように見えると思うんですけど、このね浮いてるように見えるのはこのモニターアームのおかげですね。このモニターアームをデスクの端っこからこういう風にモニターのね後ろ側に、これによってねデスクからモニターをね浮かせたように見せることができます。で浮いてるのでこの下にいろいろ物も置いたりすることができるって感じで、ここに置いてあるのがね Google ホームミニ。僕の部屋のスマートデバイスはね全部この Google ホームミニがね司ってる感じになってます。デスクのこのあと下も紹介しましょうか。このねデスクの下、ここにねいろいろ物置いてあるんですけど、まずこれがですねスイッチボットのセキュリティカメラ、監視カメラなんですけど、こたつのね見守りカメラみたいな感じで使っています。後で紹介するけどファーボっていうね見守りカメラも使ってるんですけど、これだとねもっと部屋の広範囲を見渡すことができるので、デスクの下にねこうくっつけてます。持ってる人はね分かると思うんですけど、これもともと真っ白なんですよ。これねさっきのペンダントライトのサポーターで使ったアイアンペイントを使ってねこうマットブラックにね塗ってしまったものです。やっぱりせっかくねこうブラウンの天板に黒いねスチールの足っていうね、こういうこの部屋に馴染むデザインなのに、ここだけね真っ白なデバイスっていうのがねやっぱり目立っていたので、それをね解消したくてこういったねペイントしちゃいました。でその横ここにはね山崎実業のティッシュケース、プラスチックのねティッシュケースをネジでねこの天板の裏に留めていて、ソフトティッシュを入れてここから取り出せるようにしています。ティッシュとか生活感あるものをこういう風にデスクの裏とかにねくっつけてしまうとちょっとね生活感が出にくくなるのでねおすすめです。その下ここはね充電器とこのバッテリーですね、カメラのバッテリーとかっていうのをここに置いています。こういう充電器ってこうバッテリーをね差し込む時とかこう外す時に結構ねブレてしまうと取り外しがねしにくいので、僕はねこういう風に裏面にねマジックテープをつけて、でこのドライボックスの上にもねマジックテープつけて、ここにねペタッとこうくっつけられるようにしちゃってます。こうすることでこうねはめたり外したりするときにねこれがブレないので、結構ねこのちっちゃなストレス軽減になるんで、こういう風に充電器の方はね全部こうマジックテープでくっつけちゃってます。この運用することによってねかなり取り外しというかねバッテリーの充電が楽になりましたね。あとこの下ドライボックスですね。ドライボックスが2つあって、それぞれね上下にカメラ機材入れています。こんな感じでカメラのこうレンズであるとか、あとはメインで使っているねソニーの α7S3 とかマイクとかそういうのをね入れています。で下の段も同じくカメラで、こっちはライカですね。あとは α7-4入れてます。あとその奥にもレンズ何本か入れてます。ちょっと暗くて見えないかもしれないけど、植物部屋に置いてるってこともあって、結構ね部屋の湿度が割とね高めだったりするので、こういうねドライボックスを置いてレンズがね結露しないようにしています。大体ねこう 40% ぐらいとかしてますね。で充電ケーブルとかもなるべくねここに集約するようにしていて、このね奥にケースが見えると思うんですけど、あの箱の中にコンセントとかね電源ケーブルとかね全部まとめて入れちゃってます。でさらにこの下ここもケーブルオーガナイザーみたいなやつをつけて、ここの中に電源ケーブルとかね全部まとめています。なのでこういう風にねちょっと引いてみるとほとんどね電源ケーブルが視界に入らないような感じになってます。こう見渡すと分かるんですけど、うちガジェットめちゃめちゃ多いのに部屋の中でどこにもねケーブルが垂れ下がってないんですよね。ケーブルが垂れ下がってないので
ロボット掃除機とかをかける時にもケーブルが絡むこともないし、安全にロボット掃除機がね自由に行き来できるような、そんなね床になってます。ケーブルをまとめることめちゃめちゃ重要だと思います。そうだ、ちょっとさっき紹介し忘れたけど、テレビ裏の紹介こんな感じでちょっとごちゃっとしてるんですけど、3話のテレビ裏のねベサマウントにつける台ですね、ここにマルチタップを置いて、こういう爪みたいなのもついてるので、ここに全部ねケーブルをまとめて引っ掛けてます。そういったねケーブルのまとめ方をしています。あとテレビ裏がねこんな感じで少しねぼんやり光ってると思うんですけど、これはね見えるかな、テーブルライトってやつをこのテレビ裏の一番上の天板のあたりにくっつけていて、これ両面テープでつけられるものなんですけど、このテープライトをつけることによってこのテレビの裏側がね少しぼんやりね光ってるように見えるようにしています。またこれもなんかホテルライクな感じになっていいんですよね。あとねこのテレビ裏にはこのクイックルワイパーのハンディタイプ、これをねスタンドに入れられるようにしてます。これ山崎実業のねこうベサマウントに取り付けられるハンディワイパーのケースなんですけど、ここねテレビ裏の四角にねこう隠しておけて、ここからスッとね取り出して掃除ができるのでね、こういうところにねハンディワイパーを置いておくと、汚れを見つけた時にね汚れをすぐに拭き取ることができるのでね、こういったところにハンディワイパーを置いておくとねいいですね。はい、でデスク周りはねこんな感じになっていて、でその横にねこのクローゼットがあります。クローゼットはねもともとこの窓際テレビ台があったあたり、あのあたりにクローゼット置いてあったんですけど、部屋の奥にね背の高い家具が置いてあるとちょっと窮屈に見えるので、これをね大胆に手前に持ってくるっていう風にしました。でこれはね IKEA のクローゼットなんですけども、この中はね、今回はちょっと割愛します。年始ぐらいにね断捨離の動画を出していて、その中でね整理した後どんな感じになったかっていうのはね公開しているので、気になる方はねそちらご覧いただければと思います。でその横はねこのコーヒー棚とかあるんですけど、コーヒー抽出機材とかドリッパーとかいろいろ置いてあるんですけど、これはね別に結構前に動画に出しているので、気になる方はねそちらご覧いただければと思います。であとはベッド周り行きましょうかね。でもともと窓際、まさにねこの辺りにあったベッドをこの手前にね持ってきちゃいました。このベッドが案件でいただいたものなんですけど、コアラマットレスですね。コアラマットレスめちゃめちゃ寝心地いいですね。これで寝心地あまりに良かったんで、枕今までニトリの枕使ってたんですけど、コアラのリフレッシュピローっていうねコアラの枕に変えました。この枕もね非常に寝心地いいですね。もう首の休まり方がねめちゃめちゃいいです。それでこのベッドカバーと枕カバーは無印良品のねこのグレーのものを選びました。ソファーとねちょっと色を合わせました。はい。で掛け布団はこれコスモダウンっていうねエアロゲル素材を使ったね、厚さ3センチぐらいで保温性がめちゃめちゃ高いねこう掛け布団を使ってたんですけど、そろそろね暖かくなってきたので、もうこれはねしまっちゃおうかなと思ってます。ベッドフレームはこのタモ材のベッドフレームなんですけど、これ無印良品のねベッドフレームなんですけど、これもね結構前のものなのでもう今売ってないんじゃないかなと思います。ちなみにベッドのサイズはダブルベッドです。かなりね広々なんですけど、このベッドもこたつがね結構ど真ん中に寝ることが多いので、僕はね隅っこの方で身を細めながらね寝ています。ベッド分けにはこうね照明機材が置いてあったりとか、であとここがですね北欧暮らしの道具店で購入したハンガーラックなんですけど、ハンガーラックにこうねバッグをかけています。こうウェクスレーのリュックですね。これはバッグの中身この前紹介しています。今一番使ってるリュックこちら。あとはこの土屋カバン製作所の大人ランドセルですね。大人ランドセルかわいいですよねこれね。はい、こういった大人ランドセルで、その横はオブジェクツ IO のウォッシャブルトートですね。丸ごと洗えるトートバッグですね。あとねこれもオブジェクツ IO のスマホケースなんですけど、たまにこれ使ってるんですけども、ここがパカッとね外せて、これがねマグネットでこういう風にここにくっつくようになってるんですね。くっついてここがファスナーついていて小物入れになっていて、首からスマホと小物だけ AirPods とかそういうのだけねぶら下げて散歩とか行く時とかはねこれ使ってます。はい、こういうのをここには置いていて、あとは下にはね見えないところに三脚とかね置いてます。であとここには山崎実業の
畳めるねバスケットみたいなやつね、パジャマとか入れているのと、あとその横は IKEA のこのキャスター付きのラックみたいなやつですね、これを置いています。この天板もねもともともっと明るい木だったんですけど、これもこういう濃いめなブラウンにねエボニーのカラーを塗っちゃってます。この横にもねドローワライン立ててますね。こっから上にこういう風にドローワラインを突っ張り棒ですからね立てています。はい、一番上から紹介すると、これね今ギズモ3匹に守られてますけど、実はねこの裏側に Wi-Fi ルーターが置いてあって、 Wi-Fi ルーターね真っ白なんで結構部屋の中にあるとね目立っちゃったりするので、あえて目立つぬいぐるみで囲むというね、こういった感じにしています。であとは下に植物ですね。これがですねエスキナンサスって言ったかな、ハンギングするようなタイプの植物で、あとこれもねモンステラの一種なんですよね。モンステラのジェイドシャトルコックってやつなんですけど、これをねここに飾ってます。この葉がかっこいいんですよね。これ鉢がねもともとこういうね深緑の鉢だったんですけど、ちょっとこれがねなんか園芸感強いなと思って、こうねちょっと黒い紙袋みたいな質感の鉢カバー、これをつけています。であとはこの流木にシランジや、その横が無印良品のルームフレグランスのおやすみブレンドってやつですね。これをね枕とかにスッとかけるとめちゃめちゃいい香りで眠れます。あとねこの向こう側にねキッチンがあるんですけど、キッチンとねこのねベッドが近くてね、油が跳ねたり汚れが飛んできたりして、ベッドの近くにキッチンがあるのはなと思う方いるかもしれないんですけど、見えるかな、ここにねアクリル板を実はくっつけていて、こっち側のね調理している油とかそういうのはね一切こっちに飛んでこないようにしています。あとこの壁紙、これはねおなじみの賃貸の壁でも貼って剥がせるラッシュの壁紙ですね。ちょっとね色が伝わるか分かんないんですけど、ブルーグレーみたいな感じなんですね。これちょっと貼っただけですごいここの雰囲気かなり変わったんで、色合いめちゃめちゃいいですね。はい、あとねこの枕元ですね。枕元に今ねこういう風に開墾植物ずらーっと並べています。そろそろね暖かくなってきたので、これベランダに出してあげて水とかもねあげてこうと思ってます。で水はあげないんですけど、こう植物育成ライトとかでね日は当ててあげる必要があったり、あとねこの上にファンがついてるけど、こういうのでね風を送ってあげる必要があったので、ここにね自分でフレームを組んであげて、ここにライティングレールをね備え付けて、そこにこの植物育成ライトをつけてあげて、これで一斉にねこの下の開墾植物を照らしてあげています。はい、枕元の植物棚はこんな感じですね。あなたいつからここにいたんですか？あとはここですかね。ここにゴミ箱があって、でここがねこたつのケージですね。あとこの空気清浄機、エレクトロラックスの空気清浄機ですね。今絶対空気清浄機はね部屋には欠かせないですね。これこうグレーのおしゃれなデザインになっていて、このねレザーの取っ手とかもおしゃれで、こうね家電とは思えないような見た目のねデザインなので、これも気に入ってずっと使ってます。でその横ねプラスマイナスゼロのサーキュレーター、これもねこうグレーでスタイリッシュなねサーキュレーターですね。でこのねこたつのケージの横にはこれファーボっていうね見守りカメラ、これも置いています。あとこっち側のシーリングライト、ここにはねこうライティングレールですかね、これを取り付けまして、でその下にこうソケットを取り付けて、メタリックなデザインのソケットなんですけど、このねライティングレールもこのソケットもね Amazon で買いました。で電球はこれプラススタイルのエジソン電球をつけています。これもねスマート電球なので、音声コントロールとかでね消したりつけたりできるっていうスマート電球です。でもこういうねちょっと古い感じのアンティークなエジソン電球タイプもあるので、これ取り付けてます。可愛いですよね。はい、これで一通り紹介できましたでしょうかね。先日の大幅な模様替えの後の僕の部屋はこんな感じになりました。はい、そういったわけで今日は僕の部屋のルームツアーをやってみました。動画の中で気になる家具とか質問とかあればね、気軽にコメントをお寄せください。このチャンネルではこうしたインテリアに関する動画もいろいろ出していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。